こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、子供でもわかる減価償却ってことについて解説していきたいと思います。結構ですね、減価償却って何ですかっていうことをですね、聞かれることがあります。で、結構難しいんですよね。で、この減価償却とは何たらかんたらってすごい難しい言葉がいっぱいあって、これからね、不動産投資とかを始めたいサラリーマンとかですね、簿記とかそういう決算書とか勉強したい方とかですね、絶対減価償却って概念はですね、必須になります。で、結構不動産投資ちょっとやってるよって方でもですね、間違えてる方結構います。で、結構リスクもあったりとかして、減価償却取れば取るほどいいものは、そういうふうに思い込んでる方もいるのでですね、そもそも減価償却とは何なのか、それでですね、注意点などを解説していきたいと思うので、これから経営を始めたい人とかですね、必見だと思います。で、わかりやすく解説します。ちょっとですね、税理士ではないので、専門的なことよりも、ふわっとしたイメージですね、概要を伝えていきたいです。で、細かいところは、他の人のですね、税理士さんの動画とか見ればわかると思うんですけども、その前段階みたいなイメージですね。で、わかりやすいように、簡単化して解説しているので、そこだけちょっとご了承ください。で、わかりやすく言うと、減額償却とはなんですけども、まず何年で価値がゼロになっていくのか、それがすごい減価償却の重要なことです。で、資産があってその価値がゼロになる。その価値を減らしていくと減価償却と言います。例えば車とかであると、新車の場合はですね、減価償却期間6年、法律で決まっているんで、最短6年で、価値がゼロになっていく。そういう風な、イメージになります。でそのことを、その価値が徐々に減っていくことを原価をですね、償却するっていう風に言います。ちょっと言葉難しいんですけど、ちょっとずつ古くなっていくから価値減っていくよね。それぐらいのイメージですね。で、例えばこの、ポルシェっぽいやつがですね、600万円だとした場合にですね、そしたら6年間で0円になるってことなので、毎年100万円ずつですね、価値が減るっていう風になります。それもですね、定額法とか定率法とかいろいろごちゃごちゃあるんですけども、まずは等間隔に、100万円ずつ減っていく、6分の1ずつ減っていくっていうのがですね、一般的なスタンダードですね。で、ここまでが、減価償却の、解説になります。で、どういうものがですね、減価償却になるのかとか、そういうの気になると思うんで、実際ね、どういうものが減価償却になるのかをちょっと分かりやすいようにしていきたいと思います。で、その会社とか、サラリーマンだけやってる関係ないんですけども、サラリーマンの方が個人で不動産やってたりとかですね、サラリーマンの方が個人でブログ書いて収入を得たりとかすると、そっちの方で決算書とかですね、収益出さなきゃいけないですと。で、その時に、例えば鉛筆とかを買ったらですね、どうなるかっていうと、それ一般的にはですね、鉛筆って消耗品なので、買った瞬間もう価値がゼロになるよっていう風に見られます。なので、鉛筆100円で買ったとしたら、もう買った瞬間にですね、もう価値はゼロです。そういう風にですね、計算上は、簿記っていうか税務上はですね、決算書上は扱われますと。一方で、例えばパソコンとか車とか、家とかですね、例えばソフトウェアとか、いろんなものが、10万円以上するものっていうものはですね、資産として計上しなきゃいけない。そういう、ちょっと本当はもっと複雑なんですけども、そういうイメージを持っておいていただけるといいと思います。なので、一つの目安としては、10万円以上のものは、資産だから価値があるよね。それに、固定資産税とか聞いたことあると思うんですけど、そういう税金かけたりしますよっていう風な取り組みが、大まかに言うとあったりします。なので、10万円以上あると、もうそれは固定資産なので、そうすると資産として扱わなきゃいけない。そういう感じになります。で、資産するものとかはですね、徐々に、価値が減っていくっていうふうに、税法上決められていて、で、どれが、何年で、価値がゼロになっていくかっていうのはですね、細かく決められてます。新車であれば、6年とかですね。あとは、木造の戸建てだったりとか、木造の建物だと22年とか、鉄骨だと34年、RC だと47年とかですね、そういうの全部決まってますんで、それも、最短のですね、何年間で価値がゼロになるっていうところが決まってます。伸ばす分には全然いいので、合法的な、ところであれば伸ばすことはできます。っていうことでですね、こんな感じで減価償却するものしないもの、鉛筆とかはもちろんしないし、例えばノートとかもしないですよね。で、ただパソコンとかですね、10万円超えてくると、そういう減価償却をしなきゃいけない。資産として計上しなきゃいけなくなってくる。そういうイメージがあります。で、一体ですね、なんでこれが大切なのかっていうのが、重要なところになってきてます。で、結構減価償却っていうのはですね、もともとこういう高いものがあったりとかするんで、結構知らないとですね、損したりとかするケースもあります。で、支払う税金の量、金額減らしたいっていうのはですね、経営者とか、誰しもやっぱ税金払いたくないですよね。あんまりこうね、
せっかく稼いでもがっぽり税金で持っていかれるものすごい、嫌だと思います。僕も嫌です。でも、払わなきゃいけないものは払うっていうのが、当たり前なんですけど、そういうのはですね、固定資産税とか、その減価償却を使えばある程度ちょっとコントロールできる、そういったことからですね、減価償却をうまく使ってる人は使ってます。で、税金は何にかかるかっていうと、その利益、課税所得っていうところに対してかかってきますので、払いたくなければ利益をですね、減らしたい。そういう風になります。で、利益を減らすためにはどうしたらいいかっていうと、損失を出せばいいと。で、損失出すためにはどうしたらいいかっていうと、車とかですね、大きなものを買えば、鉛筆ね、100万本鉛筆買ったらどうなるのとか、あると思うんですけど、その、不要なものを買ったところで経費として認められるのは難しいので、業務に車が必要だったとしたら、必要なものを買うっていうと、それで損失を出すことができて、利益を圧縮することができるっていうふうになります。高価なものはその資産として計上されるので、減価償却をしなきゃいけない。そういうことですね。なので、平たく言うと、利益を削るためにですね、減価償却とかをうまく使うっていうことにして、あんまり税金を払いたくない、税金の金額をコントロールするっていうことがですね、こういうものを買うとですね、ある程度コントロールできたりします。で、実際にですね、どう考えるのかっていうのを、わかりやすく解説すると、例えば600万円の車買いましたよっていう風になった時に、6年間で、価値がゼロになりますと。で、買った時は、600万円の価値が、この車の価値が600万円でしたと。で、1年後どうなるかっていうと、100万円ですね、価値が減って500万円ですよっていう風に見られます。で、この100万円減ることはですね、減価償却って言われてます。で、今、例えばブログとか書いてですね、月100万円ぐらい利益が出てるとしましょうと。そうなった時に、月100万円の利益とですね、その減価償却相殺することができるんで、実際はですね、課税所得ゼロになるんで、そうすると税金0円になりますよっていう風にして、こういう風にですね、利益を打ち消すために、税金を減らしたいから、車買ったりとかして減価償却する。そういうパターンが結構あります。で、これをこう、毎年ですね、100万円利益があったとして、ずっとこう、100万円ずつですね、資産が減っていって、6年経ったところで、車の価値はですね、0円ですよっていう風になりますと。それが、この流れがですね、原価を償却する。原価っていうのは、この車の価値をですね、償却っていうのは、こう、ちょっとずつ価値が減っていくことみたいなイメージになってます。で、これでですね、じゃあ実際、これ車買って、税金毎年こう、100万円かかってたところがですね、それに対してどれぐらいじゃあ税金得するの、気になるところだと思うんですよね。それをちょっと調べてみますと、例えば、利益100万円圧縮してるってことは、100万円にですね、この税率がかかりますと。で、どれぐらいの税率かかるかっていうのはですね、他の収入とかいろいろ換算するんですけども、例えば、いくら税金かかるかっていうところで、独身の700万円、年収700万円のサラリーマンがですね、ブログで100万円の、利益を出してたとすると、大体、この時、課税所得って計算すると、これ後で、再生リストでこの計算の仕方出しておくので、見てみてください、気になる人は。大体 30% ぐらいかかるんですよね。で、その100万円に対して 30% ぐらいかかるんで、30万円ぐらい税金毎年かかってきますよと。で、それが6年間ですね、続くんで、180万円ぐらいの効果になります。これお得と思うかどうかって人によると思うんですけども、車買うことでですね、180万円税金をちょっと減らすことができました。いや、ちょっと待てよって思った人はちょっと賢いと思いますね、これは。これなぜかっていうと、だって600万円の車を買ってるんですよね、この車を。600万円の車買って、現金で買うかなんだかわかんないですけど、600万円出ていくわけですよ。600万円出ていったところで、180万円税金の支払いがちょっと減りましたよと。それが得かどうかですよね。税金払いたくないって気持ちはすごいわかるんですけども、この180万円を減らすために600万円の支出をする。そういう風に今なっちゃってるんで、ちょっと減価償却を、使ってですね、どうしても税金払いたくないよって言って、無駄なものを買いすぎちゃって、税金は減るけど現金出ていっちゃうよ。で、そういう人結構いるんで、ほんと注意が必要です。僕は否定的ですね。減価償却のために変なもの買うっていうのは、やめた方がいいし、多分一般的な税理士さんはやらないですね。で、もう一個またですね、注意点が必要で、仮に、これすごいプレミアついてですね、6年後でも同じ価格で600万円で売れましたよ。そうなったとしますと。じゃあどうするかっていうと、減価償却しちゃった後はですね、価値は0円っていう風に、書類上は、決算書上は0円になっちゃいますと。
で、600万円で売れたから600万円の利益っていう風に計上されてしまいますと。でそうなってしまうと、700万円のサラリーマンの給料があったとして、それの、課税所得と、あとブログとかで月100万円の利益を上げてますよっていう風にして、それにさらに600万円利益出ちゃうから、ものすごい利益がバーンと出ちゃうんですよね。そうなってくると、累進課税で、サラリーマンとか個人は、その稼いだ額が多ければ大きいほど税金増えるので、もともと節税した額よりもですね、ものすごい税金かかってきてしまいますと。なので、節税した時は、この600万円の、30% ぐらいやったんですけども、この時、600万円の、30% 以上かかってしまうってことなので、かえって税金多く払わなきゃいけない。そういう風になってしまいます。これ結構売った時にどうなるっていうのを結構忘れてる、投資家っていうか知らない人結構いたりするんで、これ要注意ですね。本当に要注意ですね、これ。で、イメージ的にさっき6年後にですね、価値0円ですよって言ったんですけども、その時に、600万円で売れました、万歳って言ったらですね、どうなるのかっていうと、600円バーンって出るんで、この600万円、原価0円で600万円で売れたから、利益が600万で出ちゃうんですよね。で、ここまで、原価償却100万と利益、トン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 と相殺していってたんですけども、最後600万円バーンと一気に利益出ちゃうんですよね。で、そこに、元々の、ブログで稼いだ100万円と、さらにサラリーマンで稼いだ、お金がバコーンと乗るんで、ここに累進課税でさらに、節税した以上の税金かかるってことになっちゃうんで、税金の先送りみたいな感じになるので、ちょっと注意が必要です。ちょっと不動産の場合だとですね、短期譲渡と長期譲渡とか税率違ったりとかするんで、それに使う節税みたいなのはですね、また再生リストのところに書いてますんで、見てみてください。あとは、補足なんですけども、土地はですね、ずっと同じ資産です。変わらない。減価償却はされないですね。っていうところだけちょっと覚えておいてください。ということでですね、子供でもわかる決算書シリーズっていう風に、今、減価償却やったんですけども、バランスシートとかですね、利益がどうなるかとか、鉛筆1本売れたらどうなるのかとか分かりやすく解説してるんで、ちょっとよかったら見てみてください。これ絶対知っておいた方がいいですね。あとサラリーマンとかがどうやって税金払ってるかとかですね、税金払いたくないって人多いと思うんですけども、そもそもいくら税金がかかってるのか、どういう成り立ちなのかって知らない人多いと思うんで、絶対知っといた方がいいですね。そうしないと損する人が出てきてしまう。知らないと、税金節税できないっていうのが、今の日本の仕組みであるので、知らないと損であります。なので見といてください。わかりやすく解説しています。ということでですね、減価償却、まとめますと、資産の価値を減少されるということで、そこをですね、損失に入れれるんで、利益を削ることができるんで、税金をですね、ちょっと抑えれますと。ただやりすぎるとお金なくなるっていうか、お金出ていくんで、減価償却は結構注意が必要ですと。で、さらに、売却した時に税金バコンとかかる時があるんで、そこ忘れてる人っていうか知らない人とかもいて、そういう不動産投資の本とかもあったりするんで初心者が書いてるようななのでちょっとこれ注意が必要で、減価償却魔法の経費だとかでやればやるほどいいとか言ってるんですけど、売った時全部跳ね返ってくるんでですね、気をつけておいてください。はい。で、こういうですね、もふもふ不動産のサイトで役立つ情報とか発信してるんで、今後もですね、皆さんのために役立つ情報を発信していくので、もし面白かったらですね、チャンネル登録をお願いします。で、今日の動画とかもしですね、役に立ったら、高評価いただけると嬉しいです。また、SNS とかでね、コメントとかいただけるとまたやる気が出るんでありがたいです。それではですね、いつもどうもありがとうございました。